レッスン1、芸術鑑賞。絵画にもよりますが、アートギャラリーを訪れるのは週末にぴったりのアクティビティのように思えます。これ以上は同意できませんでした。様々なスタイルのアートを探求することは、インスピレーションを与えるだけでなく、考えさせられることもあります。これにより、様々な視点や解釈に没頭することができます。アートには、感情を呼び起こし、創造性を刺激するユニークな方法があります。それは本当です。一枚の絵がいかに多くのメッセージを伝えることができるのか興味深いです。それぞれのブラシストロークと色の選択が、アートワークの全体的なインパクトに影響します。アーティストが様々なテクニックを使ってアイデアを表現する方法を見るのは興味深いことです。絶対に。現実的な表現を好むアーティストもいれば、抽象的な形を好むアーティストもいます。そして、型にはまらない材料や型にはまらない方法を試す人もいます。それこそが芸術の美です。境界や制限はありません。芸術的表現は無限の可能性と個々の解釈を可能にします。様々な人々が同じアートワークをどのように認識し、結びついているかを見るのは興味深いことです。アートは会話を始めたり、対話を促したりするための強力な媒体になり得ます。確かに。それは私たちが疑問を投げかけ、熟考し、新しい視点を探求することを奨励します。有名な作品の歴史的背景や背景について学ぶのは魅力的だと思います。文化的、歴史的意義を理解することで、感謝の気持ちがさらに深まります。絶対に。それは私たちの理解を深め、アーティストの意図とつながることを可能にします。アートギャラリーを訪れると、地元のアーティストとその作品をサポートする機会にもなります。それは重要な点です。アーティストを支援することは、創造性と文化的多様性を促進するのに役立ちます。さらに、新進気鋭の才能を発見し、アートの進化を目の当たりにするチャンスでもあります。アートギャラリーでは、体験をさらに豊かにする特別展やイベントを開催することがよくあります。アーティストトークやワークショップに参加することで、クリエイティブなプロセスについての洞察を得ることができます。アーティストから直接話を聞き、彼らのインスピレーションについて学ぶのはいつも刺激的です。絶対に。彼らの芸術の旅を垣間見るようなものです。アートはリラクゼーションやストレス解消の一形態としても役立ちます。アートに触れることで、私たちは日常から切り離され、美しさに浸ることができます。だからこそ、多くの人が自分でアートを作ることに安らぎとインスピレーションを見出しているのです。絵画であれ、彫刻であれ、その他の形態であれ、アートは充実した治療活動になり得ます。アートには、私たちの生活を無数の方法で変え、豊かにする力があります。レッスン2、カスタマーサービスアシスタンス。購入に問題がある場合は、すぐにカスタマーサービスに連絡することが重要です。問題を解決するお手伝いをします。いいアドバイスだね。ジョンカスタマーサービスは私たちを支援し、ポジティブなショッピング体験を保証します。絶対に。彼らは私たちが抱えているかもしれないどんな問題や懸念にも対処する専門知識を持っています。
私たちを支援する準備ができている専任チームがあることを知って安心しています。カスタマーサービスに連絡するときは、問題について必要な詳細をすべて提供しておくと役立ちます。はい、情報が多ければ多いほど、問題をよりよく理解し、支援することができます。問題を明確かつ簡潔に説明し、注文番号またはアカウント番号を忘れずに記載してください。それは素晴らしい点です。関連情報を含めると、情報を素早く見つけやすくなります。カスタマーサービス担当者は様々な状況に対処するように訓練されているため、遠慮なく指導を求めてください。手順を追って説明したり、問題を解決するための代替ソリューションを提供したりできます。カスタマーサービスとコミュニケーションを取るときは、落ち着いて礼儀正しくすることが重要です。はい、礼儀正しい口調を保つことは、前向きで建設的な会話を始めるのに役立ちます。問題が複雑な場合やさらに調査が必要な場合は、時間をかけて調査してもらうことがあります。このような状況では、忍耐が鍵となります。彼らに必要な時間を与えることは、理解と協力の表れです。多くの企業では、電話、電子メール、ライブチャットなど、カスタマーサービスに連絡するための複数のチャンネルを提供しています。最も使い慣れているチャンネル、または応答が最も早いチャンネルを選択してください。一部の企業では、より迅速な支援のために、専用のカスタマーサポートアプリやソーシャルメディアアカウントを用意しています。それは便利です。これにより、自分の好みに合った方法でカスタマーサービスに取り組むことができます。カスタマーサービスとやり取りするときは、会話の記録を残すことが重要です。メモを取ったり、メールのやり取りを保存したりすると、後で参照したり、誤解が生じた場合に役立ちます。カスタマーサービスに最初に連絡しても問題が解決しない場合は、遠慮なくスーパーバイザーまたはマネージャーに報告してください。それは良い点だ、ジョン。より高いレベルの代表者には、問題を解決するための追加のリソースや権限がある場合があります。カスタマーサービスはあなたを助けるためにそこにいることを忘れないでください。大切なお客様としてお客様に満足していただきたいと考えています。それは本当です。彼らの目標は、お客様のニーズを満たし、あらゆる問題を解決するソリューションを見つけることです。そのため、問題が発生した場合は、遠慮なくカスタマーサービスに連絡して支援を求めてください。率先して彼らに連絡することは、あなたが顧客としての経験を大切にしていることを示しています。絶対に、アンナ、必要な時はいつでも、カスタマーサービスを貴重なリソースとして活用しましょレッスン3、ホームオーガナイゼーションのコツ。家をもっとうまく整理しようとしてるんだ。アンナ、何かコツある？絶対に、ジョン。効果的なヒントの一つは、不要になったり使用したりしないアイテムを整理して取り除くことです。それは理にかなっています。不要なアイテムを削除すると、スペースが増え、整理が簡単になります。もう一つの役立つヒントは、各アイテムに指定された場所を割り当てて、乱雑にならないようにすることです。そのため、すべてに特定の場所を用意しておくと、物を見つけやすくなり、秩序を維持しやすくなります。まさに、ラベルや保管容器を使うと、アイテムを整理して簡単に取り出せます。ラベル付けのアイデアが好きです。これにより、
わかりやすくなり、各コンテナの中身を素早く識別しやすくなります。垂直方向のスペースを利用することは、小さな家の収納スペースを最大限に活用するための優れた方それは本法でもあ当です。ります。棚を設置したり、吊り下げ式のオーガナイザーを使用したりすると、貴重な床面積を開放するのに役立ちます。もう一つのヒントは、清掃と整理のスケジュールを立てて、メンテナンスタスクを把握しておくことです。そのため、清掃と整理のために特定の時間を取っておくと、すべてが正常に保たれます。また、不必要に所持品がたまらないように、定期的に見直すことも重要です。それは良い点です。自分が持っているものを定期的に評価することは、整理された生活空間を維持するのに役立ちます。収納スペースが内蔵された機能的な家具に投資することは、ご自宅の整理に大きな変革をもたらす可能性があり隠ます。し収納付きのオットマンのように、二重の目的を果たす家具は非常に便利です。整理するときは、一度にすべてに取り組むよりも、一度に一つの領域から始めると便利です。タスクを小さく管理しやすい部分に分割することで、プロセスの負担が軽減されます。また、家族を巻き込んで、各人に特定のタスクを割り当てることもできます。全員を巻き込むことで責任感が高まり、チームワークになります。もう一つのヒントは、ドキュメントや重要な情報を整理するためのデジタルツールとアプリを利用することです。それは素晴らしいアイディアだ。デジタル化することで、物理的なスペースを節約し、情報に簡単にアクセスできるようになります。最後に、たとえ数分であっても、毎日片付ける習慣を保つことは、長期的には大きな違いを生む可能性があります。そのため、毎日数分かけて片付けを行うと、散らかったものが積み重なるのを防ぐことができます。絶対に、ジョン。ホームオーガナイゼーションでは一貫性が重要です。アンナ、これらの貴重なヒントを共有してくれてありがとう。それらを実装し始めることにワクワクしています。レッスン4、おすすめのローカルレストラン。はい、角を曲がったところに素晴らしい地元のレストランがあります。彼らは美味しい料理を提供しています。それは興味をそそられるね。ジョン、彼らはどんな料理を専門にしているの？さまざまなパスタ料理と美味しいピザを提供する居心地の良いイタリアンレストランです。私はイタリア料理のファンです。おすすめの料理はありますか？自家製ラザニアは必見です。濃厚で風味豊かで、口の中でとろけます。ラザニアが大好き。レストランに行った時には必ずリストに追加しておきます。デザートには素晴らしいティラミスもあります。食事の締めくくりにぴったりです。ティラミスは私のお気に入りのデザートの一つです。彼らのバージョンにふけるのが待ちきれません。レストランは温かく居心地の良い雰囲気で、居心地の良いディナーに最適な場所です。素敵ですね。予約は必要ですか？それとも、普通はテーブルを見つけることができますか？特にピーク時には、テーブルを確保するために予約することをお勧めします。それは知っておくと良いことです。必ず事前に電話して、訪問用のテーブルを予約しておきます。レストランのスタッフはフレンドリーで気配りがあり、素晴らしいサービスを提供しています。
素晴らしいサービスは常に食事体験を向上させます。全体的な楽しみが増します。料理の質と分量を考えると、価格もリーズナブルです。それはプラスです。お金に見合う価値のあるレストランを見つけるのはいつでもいいことです。レストランでは、食事に合うワインも豊富に取り揃えています。良いワインペアリングに感謝します。食事体験に新たな楽しみが加わります。もう一つ、時折性演奏があり、雰囲気が増します。ライブミュージックは素晴らしい雰囲気を作り出します。食事をするには楽しい場所のようですね。全体的に地元の人が愛する隠れた一品であり、きっとあなたも楽しめるはずです。ジョン、この推奨事項を共有していただきありがとうございます。この地元のレストランを試すのが待ちきれません。どういたしまして、アンナ。きっと思い出に残る食事ができると思います。レッスン5、日の出と朝のルーチン。日の出はいつも見ていてとても美しい光景です。これからの日に向けて元気が出てくる。同意するよ。ジョン、日の出を目の当たりにすることは、穏やかで刺激的な一日を始める方法です。朝といえば、一日のスタートに役立つ朝のルーティンはありますか？絶対に、ジョン。私がいつもしていることの一つは、目が覚めたらすぐにコップ一杯の水を飲むことです。朝一番に水分補給をすることは、体に補給して水分補給するのに最適な方法です。また、筋肉を目覚めさせて柔軟性を高めるために、軽いストレッチやヨガをするのも好きです。ストレッチは、血液を流し、その日に備えて体を整える素晴らしい方法です。少し時間をとって深呼吸のエクササイズをすると、心が落ち着き、集中力が高まります。深呼吸のエクササイズは、その日のポジティブで集中的な考え方を身につけるのに間違いなく役立ちます。私の朝のルーチンのもう一つの重要な部分は、栄養価の高い朝食を食べることです。バランスの取れた朝食をとることで、一日の始まりに必要なエネルギーと栄養素が得られます。朝食には果物、全粒穀物、タンパク質を取り入れて、バランスの取れた食事にするようにしています。それは朝の体に栄養を与える健康的で栄養のある方法のように思えます。また、トゥードゥーリストを見直して、その日のタスクに優先順位をつけるようにしています。タスクを計画して整理することで、一日を通して集中力と生産性を維持できます。はい、明確な計画を念頭に置いておくと、順調に進み、目標を達成するのに役立ちます。その日の目標や意図を設定することで、モチベーションを維持できると思いますか？絶対に、ジョン。小さな目標や意図を設定すると、モチベーションを維持でき、目的意識も得られます。それは素晴らしいアプローチです。日々の生活の中で、目的意識と方向性を持つことは重要です。最後に、感謝の気持ちを込めて数分間し、自分が感謝していることを振り返るようにしています。感謝の気持ちを実践することは、前向きな考え方を育み、感謝の気持ちで一日を始める素晴らしい方法です。これ以上同意できないわ、ジョン。感謝の気持ちを伝えることで、その日の残りの時間はポジティブな雰囲気になります。それを念頭に置いて、
これらの朝のルーチンのいくつかを自分のルーティンに取り入れるように努めます。素晴らしい、ジョン。一日をポジティブにスタートさせる助けになると思います。朝の日課のコツを教えてくれてありがとう、アンナ。試してみることができてワクワクしています。レッスン6、予約とキャンセルに関するポリシー。ホテルの部屋を予約するときは、キャンセルポリシーを確認することが不可欠です。絶対に、ジョン。特にピーク時には、キャンセルポリシーが厳しいホテルもあります。それは本当です。チェックイン日の数日前にキャンセルした場合、全額を支払う必要がある場合があります。土壇場でキャンセルしなければならない場合、かなりの費用がかかる可能性があります。予約前に必ずキャンセルポリシーをダブルチェックしています。それは賢いアプローチです。不測の事態を避けるため、事前に通知しておいた方が良い。緊急事態が発生し、急にキャンセルしなければならない場合はどうなりますか？それでも請求されるの？ホテルのポリシーによって異なります。一部のホテルでは、緊急時にキャンセル料を免除する場合があります。それは知っておくと良いことです。予期しない状況が発生した場合に備えて、ある程度柔軟に対応できると安心できます。キャンセルポリシーについて懸念や質問がある場合は、ホテルに直接連絡することをお勧めします。それを心に留めておくよ。疑問があればホテルのスタッフに直接伝えた方がいいです。さらに、一部のホテルでは、チェックイン日の一定期間前まで無料でキャンセルできる柔軟な予約オプションを提供しています。これは、特に旅行計画が不確かな場合や変更される可能性がある場合に最適なオプションです。ただし、旅行のピークシーズンや人気のイベントでは、これらの柔軟なオプションが利用できない場合があることに注意してください。なるほど。繁忙期には、事前に計画を立て、早めに予約することが重要です。もう一つのヒントは、柔軟なキャンセルポリシーを提供する旅行ウェブサイトからの予約を検討することです。それは役に立つ提案です。選択肢が増え、キャンセル料のリスクが軽減されます。返金不可の予約について、ホテルが割引や特別料金を提供しているかどうかも確認する価値があります。旅行の計画がはっきりしていて、お金を節約したいなら、これは良い選択肢かもしれません。ただし、返金不可の予約を選択する場合は注意が必要です。キャンセルや払い戻しを受けることはできないためです。わかりました。返金不可の予約はお金を節約する素晴らしい方法ですが、計画を確認する必要があります。まさに、決定を下す前に長所と短所を比較検討することは常に賢明です。ジョン、これらの貴重なヒントを共有してくれてありがとう。予約ポリシーとキャンセルポリシーを確認することが重要です。どういたしまして、アンナ。手伝えてよかった。十分な情報を得ておくことで、よりスムーズな旅行体験ができることを忘れないでください。今後の予約では必ずそのことを覚えておきます。すべては情報に基づいた選択をすることです。絶対に、アンナ。楽しい旅を。今後の予約が手間いらずになりますように。レッスン7、マスクのエチケット。外出時にはマスクを忘れないことが不可欠です。絶対に、ジョン。
私はいつもどこに行くときもマスクを持ち歩いています。それは責任ある習慣です。マスクを着用することは、自分自身と他人を守るのに役立ちます。マスクのマナーを守り、鼻と口の両方を覆って正しく着用することが重要です。実際、マスクを着用することはその目的を誤って果たします。マスクは顔を完全に覆う必要があります。鼻の下にマスクをしている人がいることに気づきました。正しい使い方を思い出させることは重要です。そうだね、アンナ。マスクの適切な使用について丁寧に他の人に思い出させることは、より安全な環境を作るのに役立ちます。誰かがマスクを忘れた場合、予備のマスクがあれば予備のマスクを提供することをお勧めします。それは親切なジェスチャーです。私たちはお互いに気を配り、お互いが守られるように助け合うべきです。一方、マスクを忘れた場合は、混雑した場所を避けるか、使い捨てのマスクを購入することを検討するのが最善です。絶対に、アンナ。常に準備を整え、バックアップ計画を立てた方がいいです。バルブ付きのマスクをしている人を見たこともあります。バルブ付きのマスクはウイルスの拡散を防ぐのにそれほど効果的ではないことに注意することが重要です。それは良い点です。保護力を高めるには、バルブのついていないマスクをおすすめします。清潔さと効果を維持するために、再利用可能なマスクを定期的に洗うことも重要です。定期的に洗濯することで、マスクが衛生的に保たれ、細菌の繁殖を防ぐことができます。使用しないときは、マスクを保管するための小さなバッグやポーチを用意しておくと便利です。いいアイディアだね。あんなマスクを清潔に保ち、必要な時に簡単に手が届きます。さらに、マスクに触れる前後に手を消毒することが重要です。細菌の拡散を防ぐには、特にマスクを取り扱う際に、適切な手指衛生が不可欠です。また、マスクは社会的距離の代わりにはならないことを忘れないでください。それでも他者との安全な距離を保つべきです。絶対に、アンナ。最大限の効果を得るには、マスクの着用を他の予防策と組み合わせる必要があります。マスクのエチケットについて話し合ってくれてありがとう、ジョン。私たち全員が安全を確保するために自分の役割を果たすことが重要です。アンナ。マスクを着用することは、自分自身や他の人を守るためのシンプルでありながら強力な方法であることを忘れないでください。レッスン8、インフルエンサーマーケティング。インフルエンサーマーケティングを検討したことはありますか？これにより、ブランドの認知度とリーチを大幅に高めることができます。絶対に、ジョン。インフルエンサーマーケティングは今日のデジタル時代において強力なツールとなっています。インフルエンサーには忠実なフォロワーがいて、製品やサービスをオーディエンスに効果的に宣伝できます。それは本当です。インフルエンサーとコラボレーションすることで、ブランドはインフルエンサーの影響力と信頼性を活用できます。ブランドやターゲットオーディエンスに合った価値観を持つインフルエンサーを選ぶことが重要です。間違いなく、インフルエンサーとのパートナーシップを成功させるには、信頼性と関連性が重要な要素です。潜在的なインフルエンサーを調査して精査することは、ブランドのメッセージにぴったり合っていることを確認するのに役立ちます。マイクロインフルエンサーとの交流も有益な場合があります。
彼らにはエンゲージメントが高くニッチなオーディエンスがいることが多いからです。マイクロインフルエンサーは、よりターゲットを絞ったアプローチを提供し、より高いレベルのオーディエンスエンゲージメントを生み出すことができます。さらに、彼らは通常、フォロワーとより個人的なつながりを持っているため、コンバージョンの向上につながります。インフルエンサーと仕事をするときは、明確な目標と期待を設定することが重要です。測定可能な目標を設定すると、インフルエンサーマーケティングキャンペーンの効果を追跡するのに役立ちます。また、コラボレーションのパフォーマンスと影響を監視して、データ主導の意思決定を行うことを忘れないでください。インフルエンサーとの長期的な関係を構築することは、継続的なブランドプロモーションにも役立ちます。オープンなコミュニケーションを維持し、インフルエンサーにサポートを提供することで、ポジティブなパートナーシップを育むことができます。独自の割引コードやアフィリエイトプログラムを提供することで、インフルエンサーにインセンティブを与え、売上を伸ばすことができます。インフルエンサーと協力することで、ユーザーが作成したコンテンツやブランドの社会的証拠を生み出すこともできます。ユーザー生成コンテンツは信頼性を高め、他のユーザーにもブランドとの関わりを促します。広告規制を遵守し、スポンサーコンテンツの透明性を確保することは不可欠です。パートナーシップやスポンサーコンテンツを開示することで、視聴者との信頼関係を構築し、法的な問題を回避できます。全体として、インフルエンサーマーケティングは、ブランドの認知度とエンゲージメントを高めるための強力な戦略になり得ます。絶対に。これはダイナミックで絶えず進化する分野であり、ブランドにとって大きな成果をもたらすことができます。アンナ、インフルエンサーマーケティングについてお話しいただきありがとうございます。探索するにはエキサイティングな道です。どういたしまして、ジョン。この話題についてあなたと話し合えて光栄でした。これからも学び続け、新しいマーケティングトレンドに適応していきましょう。間違いない。アナ、絶え間なく変化するデジタル環境で優位に立つには、継続的な学習と適応が鍵となります。レッスン9、フレーバーにスパイスを効かせる。彼らは素晴らしいフレーバーを加えます。私は料理にスパイスを使うのが大好きです。料理をより一層引き立たせ、より美味しく仕上げることができます。絶対に。スパイスには普通の食材を特別な食事に変える力があります。料理にはどのスパイスを最もよく使いますか？私は様々なスパイスを使いますが、私のお気に入りのいくつかはクミン、パプリカ、ターメリックです。それらは素晴らしい選択です。クミンは温かみのある素朴な味わいを加え、パプリカはスモーキーさを感じさせます。また、ターメリックは鮮やかな黄色を加えるだけでなく、多くの健康上の利点もあります。それは本当です。ウコンには抗炎症作用で知られるクルクミンが含まれています。スパイスが味を引き立てるだけでなく、潜在的な健康上の利点ももたらす可能性があることは興味深いことです。絶対に、食事に美味しさを加えるようなものです。ベーキングにシナモンとナツメグを使うのも好きです。心地よい香りがします。シナモンとナツメグを使ったベーキングは、温かく魅力的なおやつを作るのに最適です。はい、デザートの形をしたハグのようなものです。完全に同感です。スパイスには感情を呼び起こし、記憶に残る料理体験を生み出す力があります。
様々なスパイスの組み合わせを試してみるとワクワクします。フレーバーの冒険に乗り出すようなものです。これ以上は同意できませんでした。新しいスパイスブレンドを試してみると、味と可能性に満ちた全く新しい世界が開かれます。世界中の様々な料理に使われているスパイスを調べるのも面白いです。絶対に、それぞれの文化には、伝統的な料理に役立つ独自のスパイスのブレンドがあります。多様なスパイスを取り入れることで、料理の視野を広げ、世界の味を味わうことができます。キッチンから離れずに料理の旅をするようなものです。まさに、スパイスには、その魅力的な香りと味で、私たちを様々な場所に連れて行く力があります。アンナ、スパイスへの愛情を分かち合ってくれてありがとう。スパイクがいかに料理を引き立てるかを聞くのは刺激的です。どういたしまして、ジョン・スパイスについてお話できて光栄でした。これからもフレーバーを探求し、実験していきましょう。間違いない。アナ、これからもスパイスを効かせて、美味しい料理の傑作を作りましょう。レッスン10、パーソナライズドピザ。ペパロニ、クラシックなペパロニピザが大好きです。もちろん、人気のチョイスです。でも、ピザを自分たちでカスタマイズできることをご存知でしたか？本当に楽しそう。どうすればパーソナライズできるのか？様々なチーズ、野菜、さらにはユニークな肉など、様々なトッピングから選択できます。それはワクワクする。ずっといろんな組み合わせを試してみたいと思っていました。好きなピザのトッピングは何ですか？新鮮なモッツァレラチーズ、チェリートマト、バジル、そして少量のバルサミコ酢の組み合わせが好きです。美味しそう。ピザにマッシュルーム、ピーマン、オリーブを加えるのが好きです。みんなの好みに合わせて、いろいろなトッピングがあるのはいいですね。それこそが、ピザをパーソナライズすることの魅力です。絶対に。これにより、私たちは創造性を発揮し、個々の味覚を満足させることができます。さらに、ピザをパーソナライズすることは、集まりや家族の夜の楽しいアクティビティにもなります。みんなが集まって、好きなトッピングを選んで、一緒に楽しんでいる姿が想像できます。まさに、食事体験にインタラクティブな要素を加えます。ソースに関しては、伝統的なマリナーラが好きですか？それとも別のオプションを試してみたいですか？私は様々なソースを試すのが好きです。時々、ペストソースやバーベキューソースをベースに使うこともあります。それは面白い。普段はマリナーラにこだわりますが、新しいフレーバーを試してみたいと思っています。それがスピリットだ。様々な組み合わせを試し、新しいお気に入りを見つけることがすべてです。同感です。まるで自分のキッチンで料理の冒険をしているようなものです。絶対に。そして一番いいのは、クラストもパーソナライズできることです。薄い、厚い、または詰め物も。ああ、知覚は重要です。ピザを作ることも壊すこともできる。私は大抵薄くてカリカリの皮を選びます。
少し厚めの皮で、内側は柔らかく、外側は金色でサクサクしています。クラストがピザを食べる体験に全く新しい次元を加えることができるのは魅力的です。確かに。すべてのフレーバーをまとめるのがファンデーションです。ピザのカスタマイズについて教えてくれてありがとう、アンナ。試してみるのが待ちきれません。どういたしまして、ジョン。様々なトッピングを試して、自分だけのピザを楽しんでください。そうするよ、アンナ。これからも料理の創造性を生かして、美味しいピザを一緒に作りましょう。レッスン11、ミステリーブッククラブ。ミステリーを読むのも好きです。それは素晴らしい。ミステリーのせいで私はいつも席がずれている。彼らは読者を魅了し、最後まで推測し続ける方法を持っています。絶対に。手がかりを解き明かし、謎を解こうとするスリルはとてもワクワクします。快適な家から離れずに冒険に出かけるようなものです。これ以上は同意できませんでした。良いミステリー小説の力は実に驚くべきものだ。最近、特筆すべきミステリーを読んだことがありますか？はい、最近、サイレント・ウィットネスという魅力的な小説を読み終えました。予想外のひねりがたくさんありました。それは興味をそそられます。絶対に読書リストに追加するよ。ブッククラブを始めて、お気に入りのミステリー小説について話し合うべきです。それは素晴らしいアイデアです。ストーリーを深く掘り下げて考えを交換できたらいいですね。おすすめを共有し、一緒に新しい著者を発見することができます。私を数えて、あなたと一緒にミステリーの世界を探検できることにワクワクしています。素晴らしい。定例ミーティングの時間を設定して、最初の本を選びましょう。2週間おきに会うのはどう？そうすれば読んだり話し合ったりする時間が十分にあるはずだ。パーフェクトですね。さて、最初の本として、ジリアン・フリンのゴーンガールはいかがですか？その本について素晴らしいことを聞いたことがある。その本はしばらくの間私の読書リストに載っている。素晴らしい選択です。最初から最後まで私たちを夢中にさせてくれるサイコスリラーです。飛び込むのが待ちきれません。ブッククラブを始めて、一緒に謎を解き明かしましょう。同意しました。このブッククラブは私たち二人にとってスリリングな旅になるでしょう。提案してくれてありがとう、アンナ。私たちの話し合いを楽しみにしています。どういたしまして、ジョン。素晴らしい経験になるよ。ハッピーリーディング。同様に、アンナ、ミステリーの世界に迷い込んで、ブッククラブの冒険を楽しみましょレッスン12、契約上の権利。理解しました。契約書には、これらの権利を説明する詳細なセクションを追加します。それは賢明な決断です。関係者全員を保護するために、明確で包括的な条件を設けることが重要です。絶対に、契約は、権利と責任を確立し、公正かつ円滑な協力を保障するためのものです。正確に。
特定の条項を含めることで、潜在的な問題に対処し、誤解を避けることができます。契約でカバーすべき主な権利にはどのようなものがありますか？第一に、独創的な作品や発明を保護するために、知的財産権を明確に定義する必要があります。それは理にかなっています。プロジェクト中に生み出された知的財産を誰が所有するのかを明確にすることが重要です。さらに、当事者間で共有される機密情報を保護するために、機密保持権についても配慮する必要があります。同感です。機密保持条項は、信頼を維持し、占有情報を保護するために不可欠です。もう一つの重要な側面は、支払いと保証の権利です。支払い条件と追加料金の概要を把握することが重要です。絶対に、紛争を避けるため、両当事者は支払い方法と支払い時期を明確にする必要があります。また、解約権についても忘れないでください。どちらかの当事者が契約を解除できる条件を定めることが重要です。それは重要なポイントです。明確な解約条項を設けることで、必要に応じて両当事者が契約を解除しやすくなります。最後に、紛争解決権を含めて、発生する可能性のある意見の相違を解決するためのプロセスを概説する必要があります。良い点です。紛争解決条項を含めると、当事者は費用のかかる訴訟に頼らずに解決策を見つけるのに役立ちます。総合的に見て、包括的権利を伴う契約書は、パートナーシップを成功させるための強固な基盤となります。これ以上は同意できませんでした。それは期待値を定め、関係するすべての関係者の利益を保護します。法律の専門家に相談して、契約に必要なすべての権利が網羅されていることを確認することをお勧めします。絶対に、法的助言は、契約が法的に健全で、特定のニーズに合わせて調整されていることを確認するのに役立ちます。ジョン、率先してこれらの権利に取り組んでくれてありがとう。公正で透明なコラボレーションへのあなたのコミットメントが現れています。どういたしまして、アンナ。明確な契約とみんなの権利を守ることの重要性を私は信じています。これからも力を合わせて完成させていきましょう。レッスン13、専門家のアドバイスを求める。そうします。助けが必要な場合は、専門家のアドバイスを求めます。それは賢いアプローチです。専門家のアドバイスを求めることは時間を節約し、より多くの情報に基づいた意思決定を下すのに役立ちます。時々、外部の視点を得ることが、貴重な洞察やガイダンスを得ることができます。いつ助けが必要かを認識し、ためらわずに助けを求めることが重要です。昔は自分で全部考えなきゃいけないと思ってためらっていました。しかし、アドバイスを求めることは強さの表れであり、弱さの表れではないことを学びました。それは素晴らしい考え方です。専門家は専門知識を持っており、私たちが考えもしなかったような解決策を提案してくれます。まさに、彼らの専門知識は、複雑な状況を乗り切り、コストのかかるミスを避けるのに役立ちます。専門家のアドバイスを求めるときは、徹底的な調査を行い、評判の良い専門家を見つけることが不可欠です。同意した。それぞれの分野で経験と実績のある専門家を探すべきです。
さらに、専門家の時間を最大限に活用するために、特定の質問やガイダンスが必要な分野を用意しておくと役立ちます。それは良い点です。どのような支援が必要かを明確にすることで、より的を絞った価値のあるアドバイスを得ることができます。また、専門家は私たちのために決定を下すのではなく、支援するためにそこにいることを忘れないでください。最善の行動方針を選択する最終決定権は、まだ彼らのアド私たちにあバイスはります。私たちが情報に基づいた意思決定を行えるようにするためのものです。オープンマインドで学ぶ意欲を持って専門家のアドバイスを求めるように取り組めば、貴重な洞察を得て成長することができます。これ以上は同意できませんでした。専門家から学ぶことは、私たちの目標の改善と達成に役立つ継続的なプロセスです。ですから、助けが必要なときは遠慮なく連絡してください、ジョン。専門家があなたの旅をサポートしてくれます。ありがとう、アナ。励ましてくれてありがとう。必要なら必ず専門家の助言を求めるつもりです。レッスン14、伝統の共有。そして、彼らの伝統を私と共有したいと思っています。それは素晴らしいことです。どうしてこんなことになったの？さて、私は異文化について学ぶことに興味があると彼らに話したところ、彼らは私に彼らの伝統を紹介してくれることに興奮していました。それは素晴らしいです。彼らの遺産についての洞察を得て、彼らとのつながりを深めるのに最適な方法です。絶対に。様々な伝統を理解し、評価することは、相互尊重を育み、関係を強めることができると信じています。これ以上は同意できませんでした。違いを分かち合い、受け入れることで、多様性を真に祝うことができるのです。次回のフェスティバルでは、伝統音楽、ダンス、食べ物を披露するフェスティバルに招待してくれました。それは信じられないですね。彼らのお祭りを直接体験すれば、彼らの習慣やお祝いを垣間見ることができます。本当に楽しみです。また、彼らは伝統的な服装を着る予定で、着るものも貸してくれると言っていました。それは素敵なジェスチャーです。伝統的な服装に身を包むと、お祭りの雰囲気にどっぷりと浸ることができます。伝統舞踊も習えることにワクワクしています。フェスティバルの期間中、いくつかのステップを教えてくれると申し出てくれました。それは彼らの文化を受け入れ、何か新しいことに挑戦する絶好の機会です。きっとダンスを学ぶのはとても楽しいでしょう。彼らの伝統について直接学び、彼らのお祝いに参加できるこの機会に恵まれて幸運だと感じています。本当に特別な経験だよ、アナ。積極的に参加し、関心を示すことで、彼らとの有意義なつながりを築くことができます。絶対に、ジョン。お互いの伝統を受け入れ、尊重することで、より包括的で調和の取れた世界を作ることができると私は信じています。よく言った、アナ。こうした文化交流を通じて、私たちはギャップを埋め、一体感を育むことができるのです。彼らの伝統を学び、分かち合う機会を与えてくれたことに感謝しています。それは私が大切にする豊かな経験です。すべての瞬間を楽しんでください、アンナ。彼らの伝統について学びたいというあなたのオープンさと熱意は、きっと良い影響を与えることでしょう。レッスン15、フライトのキャンセルへの対処。別のフライト？
すみません。私たちのフライトはキャンセルになりました。手伝ってもらえませんか？もちろん、状況を確認して、再予約に利用できるオプションを確認させてください。ありがとう、アナ。この予期せぬ変化により、私たちの旅行計画は中止になりました。フラストレーションは理解できます。冷静さを保ち、協力して解決策を見つけることが重要です。絶対に。私たちは積極的に行動し、目的地に到達するための代替案を模索する必要があります。明日の朝はまたフライトがあるようです。それは私たち二人に合っているだろうか。はい、それはうまくいくでしょう。早速明日のフライトのチケットを予約しよう。席の確保に全力を尽くします。キャンセルにより空席が制限されることがあります。アンナ、あなたの援助に感謝します。この状況を乗り切るのを手伝ってくれる知識のある人がいるのは心強いです。嬉しいよ。ジョン、ご不便をおかけしてもスムーズな旅行体験をしていただくためにここにいます。他に検討すべきことや、他に取るべき措置はありますか？キャンセルにより航空会社が提供できる保証や支援については、常に航空会社に確認することをお勧めします。それは良い点です。必ず彼らに連絡して聞いてみるよ。また、搭乗券や E メールなど、キャンセルに関連する書類をすべて記録しておくことも重要です。それを書き留めておきます。すべてを文書化しておくと、後で証拠を提供したり請求したりする必要がある場合に役立ちます。素晴らしい。また、このプロセス中にさらに質問がある場合やサポートが必要な場合は、遠慮なく質問してください。ありがとう、アナ。あなたのサポートと指導はかけがえのないものでした。あなたが私たちの味方になってくれて嬉しいです。嬉しいよ。ジョン、旅の途中でトラブルがあっても、ポジティブな旅行体験をしていただくためにここにいます。アンナ、あなたが私たちのためにしてくれたことをすべてに感謝します。ようやく目的地に着くのを楽しみにしています。私はすべてがうまくいくと確信しています。明日のフライトで君は出発するだろうが、間もなくこれは道路のちょっと下で小ボになるだろう。アンナ、ありがとう。あなたのプロ意識と援助は私たちに大きな違いをもたらしました。レッスン16、ミニチュアハウスのコーヒーメーカー。いいアイディアがある。ミニチュアハウスにコーヒーメーカーがあるのが見えます。私たちのドールハウスコレクションにぴったりでしょう。それは楽しい追加のように思えます。小さなコーヒーメーカーがあれば、ミニチュアの世界にリアルな雰囲気が加わります。まさに、ドールハウスの住人に提供できる小さなコーヒーを想像してみてください。シーンを生き生きとさせるでしょう。細部へのこだわりが大好きです。このような小さなオブジェクトがミニチュアの全体的な魅力をいかに高めることができるかは驚くべきことです。ミニチュアの設定であっても、リアルな感覚を生み出し、日常生活の本質を捉えることがすべてです。同感です。ドールハウスの世界をより親しみやすく、没入感のあるものにするのは、ちょっとしたタッチです。コーヒーメーカーは、コンロや冷蔵庫などの他の小型家電と一緒にキッチンエリアに置くことができます。
そうすれば、ドールハウスの居心地の良いコーナーになります。もう頭の中では想像できます。小さなテーブル、椅子、ミニチュアのペストリーのディスプレイを備えたミニコーヒーショップのシーンを作成することもできます。ああ、それは素晴らしいアイデアです。ドールハウスの住人が集まってコーヒーを楽しめる魅力的な場所になるでしょう。また、様々なコーヒーオプションを備えたミニチュアメニューボードをデザインできます。本物のカフェのようですが、ミニチュアの形をしています。考えているだけでワクワクしますね。マグカップ、コーヒー豆、さらにはレジなどのミニチュアアクセサリーが使えます。可能性は無限大です。私たちは創造性を駆使して、ミニチュアコーヒーショップに命を吹き込むことができます。そして裁量の部分はいつでも好きな時に物事を切り替えることができるということです。家具を並べ替えたり、新しいシーンを作ったりできます。それがドールハウスの美しさです。これにより、様々なミニワールドを絶えず探索して作成することができます。想像力と細部へのこだわりを引き出す素晴らしい趣味です。さらに、リラックスしてくつろぐのに最適な方法です。絶対に、ミニチュアの世界に逃避できる、心を落ち着かせる充実したアクティビティです。ドールハウスのコーヒーショップで働き始めるのが待ちきれません。私たちのコレクションに美しい一品が加わります。私も楽しみにしてるよ。アナ、必要な材料をすべて集めて、ミニチュアコーヒーショップに命を吹き込みましょう。同意した。楽しくてクリエイティブなプロジェクトになるだろう。完成した時の私たちの笑顔はもう想像できます。アンナ、これ以上同意できない。ドールハウスの住人は、自分だけのコーヒーショップで楽しいひとときを過ごしています。レッスン17、新しい地域を探索する。こんにちは。私たちの新しい近所を探索する機会はありましたか？発見すべき興味深い場所がたくさんあります。はい、その辺を散歩してきました。個性的なお店や美しい公園があって、とても魅力的です。それは嬉しいですね。一緒に探求できることにワクワクしています。どこから始めたらいいの？まずは地元の公園から始めてみてはいかがでしょうか。素敵な遊歩道と小さな湖があると聞きました。素晴らしいアイデアです。自然を楽しむと同時に運動もできる爽快な方法です。間違いなく。それに、公園を利用しているかもしれない新しい隣人に会うこともできます。それは良い点です。近所の人とつながることで、地域社会でよりアットホームな雰囲気を味わうことができます。公園の後は、近くのコーヒーショップをチェックできます。美味しいペストリーが食べられると聞きました。計画のように聞こえます。コーヒーとおやつを楽しめる居心地の良い場所を見つけなければ、近所の探索は完結しません。また、地元企業を支援し、地域の味を味わう絶好の機会でもあります。絶対に、現地の文化にどっぷり浸り、ユニークなものを取り入れることが大切です。角を曲がったところに本屋があることにも気づきました。私たちのような本好きには一見の価値があるかもしれません。これ以上は同意できませんでした。書店には私たちをさまざまな世界に連れて行き、知識を広げる方法があります。
そして、隠れた宝石や読書愛好家の仲間と出会えるブッククラブに出くわすかもしれません。それは素晴らしいでしょう。コミュニティ内でのつながりや友情を築くことは、私たちが優先すべきことです。コネクションといえば、近くにコミュニティセンターがありました。彼らはよくイベントやワークショップを開催しています。彼らのスケジュールを確認すべきだ。それは素晴らしいアイディアだ。コミュニティ活動に参加することは、同じような関心を持つ人々と出会うのに役立ちます。帰属意識を構築し、コミュニティの強い絆を育むことがすべてです。絶対に、私たちの新しい地域には提供できるものがたくさんあり、これらの機会を活用するかどうかは私たち次第です。この地区にあるものすべてに飛び込んで探索できることにワクワクしています。私も、アナ、ここでの時間を最大限に活用して、新しいコミュニティで心に残る思い出を作りましょ一緒に隠れた名所を発見し、素晴らしい人々と出会い、この近所を故郷のように感じさせましょう。これ以上うまく言えなかったよ。私たちの新しい近所での新しい始まりと終わりのない冒険へ。